今日はバックボレーです。思ってる以上に前ではない。スイングがある中に打点がある。手首のこの角度はキープしたまんま。皆さんこんにちは。キワだよ。はは。はい。今日はバックボレーです。はい。小野田さん、高尾さん、お願いします。お願いします。お願いします。よちゃん、だいぶキャラが固まってきたね。視聴者の方も、だいぶ弾けてきたな、この番組って思ってもらえるようになってると思うんで、はい。この調子でいきましょう。はい。はい、お願いします。チャンネル登録よろしくね。ゆうちゃんは両手で打たれますか？はい、バックボレーは。バックも両手です。はい。そうですね。もちろん、片手で打てるに越したことはないんですけど、なかなかそのいきなり片手っていうよりも、僕のおすすめするのは両手で持ってたとしてもですね、当たる瞬間か当たるちょっと前でいいので、左手をうまく離す方が、おすすめです、これは。はい。なぜかというと、左手がずっとついてると、ちょっと、窮屈な感じがするので、まあもちろんボレーだけじゃなくて、例えばバックハンドのスライスなんかも、ちょっと左手をうまく離して、スイングを綺麗に保った方がいいかなと思いますね。まあ方向をこう出していくという意味でも、左手は離した方がラケットは行きやすいっていうのも事実ですね。ですから無理にこうね、両手をずっとくっつけて、いる必要がないっていう。ないですね。どうしてもね、こうね、小さなスイングになってしまって、なんか一瞬で力をなんとかしなきゃと思って、綺麗に当たらないので、やっぱスイングがある。両手にしても、片手でもそうですけど、スイングがある中に打点があると思った方がいいですね。あまり打点のとこにこう、ボールに対してラケットを合わせようと思うと、綺麗にボールが飛ばないので、そこはちょっと注意してね、やっていきたいなと思います。はい。スタテに。まあけど、いいスイング。まあ、キワちゃん特に基本的なことがもうちょっと染みついてる感じが。そうですね。小さい頃からテニスはね、やってますので、経験はありますから。ただ本人はね、やっぱフォアの方がストローク得意だというのを言ってましたし、ボレーも、フォアの方がということを言ってましたので、ただね、すごく、いいと思います。もちろん、来るとこが分かってるのでね、あれですけども。打つタイミングも十分いいですよね。左足から入って、しっかりこう右足に体重が乗っていくっていう、このタイミングもいいですし、フェースがあんまりこう動かないのも。そうですね。少し左手と右手若干離せますか？はい。少しはい。はい。打ち終わってからでもいいです。打ち終わってから、いいですよ。左手を離しながら、そうです、そうです。綺麗にラケットを打つ方向に、いいですよ、いいですよ。OK。ラスト行きましょう。OK。いいです。ありがとうございます。はい。佐久間さんにじゃあ、片手のね、まあ一般の男性の方であったりっていう。でも、もちろんね、当たらなければ話にはなりませんからあれですけども、でも、感覚は僕はすごくいいと思いますね。姿勢もいいですし。はい。ちょっとミート率が悪いと、方向が出ないっていうのもありますけども。やっぱこのね、打点のね、前後もね、やっぱこう正確にしたいですね。どうしてもこう前で捉えようと思うがあまり、ラケット面が上も向いてしまうっていうことになりますので、ラストいきましょうか。ラストお願いします。OK です。力がこう入るポジションっていうのも確認する必要があるのと、やっぱり脇がこう開いた状態でインパクトしない、締まる、当たる、ここですよね。ここがちゃんと締まってないと力が出せないっていうのも事実です。から思ってるよりも当たる瞬間っていうのはそんな面が上向いてるわけではないんですよね。どうしてもこう両手にしても片手にしても前で取ろうとすると手首の形を自然な状態にすると面上向いてますよね。で前に行けば行くほどこれ当然上を向くことになるので、それを手首でこう絶対することはやめてください。この手首でグッと前で取って手首をこうグッと返すことによって、じゃあまっすぐ、じゃあ普通にしてるから上ではなくて、自分の手前の方に持ってくれば自然にラケットのフェースっていうのは少し立つような状態になりますので、
に前で取ろうとしないっていうのは僕はバックボレー大事かなと思いますね。はい。モダプロちょっと、じゃあ、ちょっとやりましょうか。はい。最高のボレーを。最高のボレー。僕はもう本当シンプルにミート率だけを意識して。意外とね、ラケットってきちっとスイングしてると思うんですよ。はいはい。ね、以前にもありましたが、その振ってもね、いいっていうのは、その、で、動かしてる範囲さえきちっと自分で分かってて、どこで当てるかっていうのが理解してれば、ある程度僕はスイングしないと飛ばないと思ってるので、はい。確かに結構振ってる感じがしますね。もちろんね、ここに来るっていうことがあるので、準備はしやすいですけれども、あまりこう、ただ当てるだけっていう感じにはなんないんですよね。前でこう取る、これ以上前に行かないとこで取っちゃうとヘッドが下がるから、当たってからさらに前に行くっていう、そういうポジションを探した方がそうですね。いいかもしれないですよね。特にね、例えば、バックハンドのストロークを両手で打ったり、バックのボレーを両手で打つことが多くて、じゃあちょっと、片手に変えようかなとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう場合にどうしても、前で取らないと負けるんじゃないかと思っちゃうんですね。力的に。力が。はい。入りにくいんじゃない。でも逆に前で取れば取るほど力が入りにくいとも言えるので、その打点っていうのは、やっぱりその、本当に取るところは後ろじゃないんですけど、自分の感覚では意外と横に近いですよね。これはね。まあカメラでね、撮ったらね、確かに前では取るんですけど、思ってる以上に前ではない。ラストお願いします。やっぱこう僕はラケットをしっかり立てる。最初です。最初グッとやっぱ立てるっていうことによって、上から下にうまく振り下ろすところで当てるというイメージですね。フェイスがやっぱり最初構えた時には、女性特にそうなんですけど、まあラケットが寝てる。はい。寝てるところから打ちに行くと、下から入る時もあれば、フェイスがぐらってこうぐらつく時もある。そうですね。ここの手首のこの角度はキープしたまんま打っていくっていうことですよね。ここがね、手首であったり、この、いわゆる握ってるところがあまりにも力抜けすぎて、こうなったりとか、当たる瞬間に力が抜けちゃうと、やっぱりボールに負けちゃうんですね。それがないように、ずっと僕は握り続けて、ちゃんと最後まで握り続けた方が、このラケットそのものがずっと安定する。なるほど。そういうイメージは持ってほしいです。もう僕らは、もうある意味今まで何万球と打ってるから、どこでタイミングを取るとか、どこで握ったらいいかっていうのが分かってるんですけど、やっぱバックボレーの苦手な方って、力をなんか変にこう当たる時だけに入れようと思っちゃって、当たる時だけっていうのはもう1000分の3秒から5秒ぐらいなので、そこにじゃあぴったりなんていうのは難しいから、最初からちゃんと力入れておいて、最後まで変に緩めないっていう方がいいかと思います。なるほどね。はい。ああ。しっかり当たってる。ね。ああ、いいですね。いいですね。ああ、いいです。形もいいし。当たるところもいいですよね。このラケットの、いわゆる当たる部分っていうのが、根元に当たんないっていうのはやっぱ重要だと思うんですよ。真ん中からちょっと先端に近いところに当たってるので、クロスにも行きやすいですよね。音がね、いいから、しっかりミート率がアップしてる感じがします。そうですね。ラスト2球いきましょう。はい。ああ、いいです、いいです。いいです。はい。苦手ではないですよね。でもなんか低い球の時はちょっとどうしようって一瞬思っちゃいます。自分の低いとこに来た時。なんかこのままあったら絶対ネットしちゃうだろうなっていう不安が。こっちに被ってるのかもしれない。こうやって上に向く。この調節が難しいのかもしれないです。そうね、この上をね、あまりにも向かせると、今度逆にね、弱くなっちゃうっていうのかな。上を向かせたまま入ると、もう例えばこのセンターのラインよりも上に当たっちゃうとグッと負けちゃうんですよ。だからある程度上から振ったとしても、上のところに当たればうまく上がるので、こうちょっとこうフェースが
まっすぐになってても、上に当たった瞬間にクッとちょっと負けるんですよね。それをうまくね、利用するっていうのも手なんです。だから上げたいからって最初からこうやってやっちゃうと、今度上に上がりすぎて、じゃあどうするとなったら今度急にこういうことをしちゃうので、そのあたりはやっぱ気をつけなきゃいけないですね。はい。まあ、あとはタイミングですかね。そうですね。僕がいつも注意してるのは、構えて、はい、踏み込むじゃないですか、こうやって。はい、踏み込むとき、その前に、踏み込む前にボールを打ってから前に出るっていう。時間差ですね。そうですね。はい、まあ、これはいつも僕が気をつけてることなんですけど、まずこの構え。はい、左足と、まあ、右手がセットアップされてから、足をこうやって踏み込むと、まあ、このタイミングになりますね。踏み込んでからじゃないってことですね。踏み込んでいってしまうと、ローボレーはちょっと多少踏み込みますけど、その前にボールをまず打ってから、ちょっと大げさにやりますけど、構える、打つ、踏み込む。そうすると次の動きがスムーズにいくから、むやみにこう踏み込むというかは、打ってから行くっていう、このタイミングまでしっかり待つってことが大事になってくると思いますね。この右足と右手が一緒にならないってことですね。そう、よく一緒一緒って昔はね、僕は違うと思いますね。小野田プロのやるやり方の方が僕も意識してるし、その方が例えば、少し後ろ目でバックボレー打つときあるじゃないですか。このファーストボレーと言われるところでね、打つときも左足と一緒に入って、打つ方向にこの右足を持っていくと、次が動きやすいですね。次のポジションに行きやすい。行きやすいということですね。ボレーは打った後も大事だから、そこまで注意してやってあげると、まあスムーズにいくのかなっていう感じがします。はい。スタテに。しっかり握っといてくださいね。握っといて、上からグッと下ろしていいですよ。OK、OK、OK、OK。OK。ですね。OK。土手もうちょい前でもいいかな。あとね、スイングをする方向がね、もっと自分の右の方でもいいと思います。はい。なんか、こう、どうしてもね、前にスイングしようと思うと、特にクロスは角度つかないんで、このちゃんと手首のところでグッと負けないようにしておいて、少し外側のイメージから右側ですよね。だからあんまり横を向きすぎると今度おかしくなっちゃうから、ある程度正面だけども体がちょっとターンされてるぐらいでいいと思います。はい。いいですよ、いいですよ。思い切ってしっかり力入れといてね。そう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 。スイングの中に打点が。OK、OK。ナイスボレーです。OK、いいです、いいです。いいですよ。OK。もっと強く強く強くやっていいよ。OK。ラスト2球いきましょう。悪くない、悪くない。OK、ラストいきましょう。OK、OK。ヘッドがちょっと逆にこう下がっちゃう時が、やっぱ、まあ少し止めるイメージでもいいかもしれないですね。ここからアウトサイドインで、アウト、イン。クロスの方が力入りやすいんですよね。多分片手の場合。バックボレー特にそうだと思うな。ストレート方向の方が、やっぱりこう、ラケットヘッドをうまく下げてサイドスピンを使うっていうことも必要なんだけど、やっぱ結構根元に当たっちゃうんね。どうしてもね、なんかね、こう、後ろから前、後ろから前っていうスイングに、が正解だと思っちゃうと、逆に力入らなくなっちゃう。後ろから前ですよっていう、まあ。動きはね、動きはそうなんだけど、スイングと、この、じゃあバックボレーで、後ろから前には動いてるけども、スイングも一緒になっちゃうと、ちょっとおかしなことになるかな。スイングは、どちらかというと、外側からちょっと内側に振った方が良くて、ステップは前でいいですよって思ったら、それだけでね、やっぱ力が入りやすくなる。まあ狙う方向性が、例えばストレートだったら、狙う方向にラケットをこうやって持っていくというよりかは、少しアウトサイドインで、こういう軌道で持っていくってことは、スイングの方向とラケットの方向がちょっと違うっていうことですね。行く方向とですね。まあこの辺は少し引っ掛けるという意味では、まあこの辺の習得が必要ですよね。そうですね。なんか、なんていうかな、ボールの当て方であったり、ちょっとこうサイドスピンをうまく、バックボレーに関しては使った方がいいです。特に池ちゃんが言ってたその低いボールの時どうしようって言った時に、変に下に下にってやるよりも、もう変な話、こうやっちゃえば、これで上がるから、こういうスイングで、
わゆる上がるんで、サイドスピンをかけてネットを越すっていうイメージを持っても、僕はすごくいいと思いますね。下手に。今日はバックボレーでした。またねー。はは。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!